なんか見せてる気ないけど見えちゃったところがめっちゃ腹筋あるみたいな人がかっこいいなって思う。自分は太ももです。男性の怖くないですね。まあ怖くないですね。よかったじゃないですか。Hey guys and girls, on Ask Japanese, it's Kathy Cat. We went hit the streets of Tokyo and asked Japanese people what's considered sexy about boys here in Japan. So let's go and ask Japanese. 제腕の血管とかああ、いや、あります。なんかボコってなってるじゃないですか。なんかしてる時にめっちゃ血管バーってなってたらおーってなってる。でもガン見しちゃうかも。おーすげーってなっちゃう。部活とか運動した時になんかお腹のここの部分で汗拭いた時に見える腹筋。なんかチラって見える、なんか見せてるんじゃなくてチラって見えちゃった時の腹筋がある人はかっこいいなって思う。じゃあシャツなしで歩いてるは逆にアウト。それは違う。それは違う。海にいそうな人ではない。なんか見せてる気ないけど見えちゃったところがめっちゃ腹筋あるみたいな人がかっこいいなって思う。日本人あるあるのチラ見でしょう。これ海外あんま聞かないので日本人あるあるだと思いました今。なんかずっと見るよりチラ見がいいですよね。私腕見ます。腕の血管がすごい好きです。おお、わかる。腕の血管どれぐらい血管があるといいんですね。なんかもう浮き出てたらめっちゃ好きですね。なんかすごいなんか割と結構男の人ゴツゴツしてるじゃないですか。腕がゴツゴツしてて、なおかつここ手の甲とか手の甲からこの肘のあたりぐらいまでも浮き出てたらもうすっごいセクシーで好きです。男性のメガネの人が好きで、すごいメガネを見ちゃうんですよ。何系メガネがいいんですか？基本黒縁メガネとかが一番好きで、なんかメガネの男性の人がふとなんかメガネ外したりする瞬間とかがもうセクシー好きです。じゃあメガネなるべく濃い感じの大きいメガネってことですか？でもなんかもうメガネだったら割と好きでまあでも一番は黒縁メガネの男性が好きです。メガネの仕草とか好きななんかありますか？なんかこうやって持ち上がるとか。例えばなんかいつもコンタクト入れていつもメガネの人がたまにコンタクトをして、その時にメガネあると思って間違えてクイってやっちゃう時とかこれメガネの人じゃないと多分あるあるとかわからないんでしょうけど、こうたまに間違えて今日メガネないんだったっていうのがすごい好きです。間違えてこうやってないんだみたいな。それがすごい好きです。可愛くて。男性のこのポイントはセクシーだなと思ってるところは何ですか？なんていうんですか、ここ鎖骨のが綺麗な人。ここですね。それありですね。わかりましゅ。ムフムフムフ。男性の方会うときに最初に見ますか？でも結構見るかもしれないです。顔より鎖骨に目が行きます。どんな鎖骨がベストなんですか？なんか細いとか太いとかなんかあるんですか？なんかくっきり出てる人、細いとか太いっていうよりはくっきり出てる人がおってなります。ちゃんと見えるような。はい。監督残念ながら全然出てません。でもそんくらいでもいいと思います。いいと思います。そんな見せなくていいです。このラインぐらいは OK ですね。そうですね。はい。いいところ見つけました。監督超喜んでます。自分は太ももです。男性の？これなかなかズボンがボカボカして見えるんじゃないですか？いや、なんかスキニージーンズ履いてる時にちょっと太ももがむっちりしてる人が好きなんですよ。わかりましゅ。スキニージーンズがベストなんですね。でも日本で今ちょっと周りを見るとちょっとそこまで流行ってないですね。そうなんですよ。だから韓国とか行くとすごい履いてる人がいて、でもういっぱいいます。むっちりした太ももの人が。いいですね。じゃあそこの好みは足が細い人か足がちょっとその筋肉太ももで分かる。こっちの趣味が超バレるんだけどそれ分かるんでどっちが方なんかいいんですか？筋肉の方がいいです。筋肉が動いたみたいな。そうです。始まるよ。男性を落として男性のセクシーポイントは何だと思いますか？胸筋かな？
胸筋あ、ここの筋肉。とかやっぱちゃんと上半身のバランスがいい人はなんかこう全体的にバランスがよく見えますね。いやマッチョまでじゃない。そこまでいかないけどちゃんとボディメイクしてるっていうことがヘルシーに見えていいかなと。ちょっと手入れしてますね。やりすぎない感じが大事。日本人と外国人の男子の違いは？筋肉のつき方が違うかもしれない。日本人の場合やっぱり食べてるものとか、DNA もあるかもしれないけどそこまで大きくならないけど、外国人の場合は、結構体型の変化がつきやすいのかな、良くも悪くも。男性のセクシーポイントは？なんかオーストラリアでみんなの毎日生きるスタイルは結構つまんないなスタイル。なんか普通のハーフパンツと普通の黒いと白い T シャツだけ、だけど日本でみんな結構なんか自分のルックス気をつけます。なんかいつも、今日何着るかなみたいな感じとか、例えばなんか今見るのはみんな結構入れのスタイルがあって、もうなんか綺麗素敵な服を着る、それが一番好き。なんかスタイルは自分のセクシーと思うポイントと思います。確かに日本のメンズスタイリッシュですよね。そうですね。ファッションに幅があるかもしれない。イタリアもおしゃれだけどでもやっぱり一つの方向性しかないけど、日本の場合だといろんなスタイルがあってもでそれぞれ誰かの真似じゃなくて自分のものにしてるけど全然普通それがっていうことは確かに海外と日本の男性のファッションは違うかもしれないですね。最初に男性のところどこ見ますか？雰囲気というか全体的なファッションだったり髪の毛だったり、その清潔感とか信頼感とかいうところかもしれないですね。目とか表現よりファッションとかそういえばみたいなね。目も大事。目も大事。そう、目も大事と思います。そう、ファーストインプレッションはすぐ目だけ見ないから、やっぱ全体的にこの人はどういう生活をしているのかなっていうのがやっぱりこうパッと見た時の印象に多分出てくると思うんですよ。そう男性女性関わらずだけど、その後目、その後目とかね、パーツを見るかもしれないですね。インプレッション、目、胸筋はいつぐらい見るんですか？胸筋は3番4番目ぐらいかな。やっぱファッションってその人を表してると思うので、バックグラウンドが多分何の音楽を聴いてる、何を食べてる、どんな人友達と過ごしてるかも多分ファーストインプレッションである程度分かるものだと、背負ってるというか見えなくても背負ってる気がするので、そういうところを見ようと思います。結構ファーストインスペクションでフルスキャンみたいなやってますね。でも統計学だと思うので見てればなんとなくこういう人はこういう人だっていうのはなんとなく分かる気がします。準備はいいですか？私手が好きですね。男性の手、どういったところがかっこいいんですか？角張ってる。彼の手のカクカクしてますね。カクカク好きです。カクカク、はい、カクカク。どの辺がベストですか？ここからのなんだろう、あと腕のこの血管とか、なんて言うんですかね、ここの関節より下のカクカク。ごめん、なんか微妙に出てない。あんまり筋肉みたいな感じですか？そうですね。ちょっとそれ初耳なんだけど。言ってなかったかもしれない。お互いいいこと聞いてるんじゃないですか。じゃあ監督の腕を出してください。どうなんですか、カクカクは？カクカクですね。カクカクしてます、監督。どうですか？ありがとうございますだって。男性のセクシーポイント、結構声かっこいい人とか憧れます。日本でなんかイケボって言うんですよね。そう、街歩いてる時とかにすれ違う人の声かっこいいなとかって思う時あって。アニメのおじさま声か、もう居酒屋でいらっしゃいの声のどっちがいいんですどちらかというと居酒屋の方がわかります。渋い方が好きで。ワンピースのカラーでキャラで言うと大人なサボとかの声とかめっちゃ好きですね。こっちの声が。あっちのサボは好きですね、声。男性の方と初めて会うときに、仕事でもそう、仕事か、学校とかでどこ最初に見ますか？全体の雰囲気ですか？例えば黒っぽい服着てあまり笑ってなかったりしたらクールだなとか、その全体の雰囲気です。はい。顔ですかね。顔見てでなんか怖くなかったらなんか普通に話しかけてで、男性のあるある怖い顔知ってるかどうかみたいな。やっぱそうです。なんか怖いって言われました。自分が？はい。自分が言ったんですか？怖かったですね、最初。なんでですか？なんかめっちゃ無口でいや、私話しかけましたよ。無口ではなかった。おかしい。どの場面で話しかけたんですか？多分教室？大学のなんか大学の教室でですかね。こっちが怖がってた顔怖いみたいな。みたいですね。
でもいいことになりましたね。結局はい怖くないですね。まあ怖くないですね。よかったじゃないですか。人は見た目で判断しないってよく言うんですけど、その最初の判断だと付き合うことはならなかったと思うので、どう思いますか、それについては。なんかまあやっぱ第一印象で、まあ、怖くても、まあ、一応話しかけてで、まあ、こうなったから、まあやっぱ第一印象よりも話しかけての中身ですかね。最初の印象はやっぱりもう見てしまったらその入ってくるものだと思うので、その外見で決めつけるってことはないですよね。だけどそれを直すのは時間かかるんですか、第一印象の。いやでも第一印象ってやっでもすぐ変わる。ぱり喋ってみてからすぐ変わります。よし、じゃあこれで全ての質問でした。ありがとうございます。Muscles, arms, thighs, veins, and voices are some of the things mentioned that are sexy here. How about boys in Japan? Now, veins is the one that I really didn't expect, but I do get the glasses thing. I definitely have a thing for boys with glasses. I totally get that. Yep, that's something I can totally, yes. Also, I don't know why. I tried to resist it, but I do really like biceps. I think this is biceps here. Is it the biceps? The guns. I do like that. Just like when you see a little bit like poking out of the t-shirt and you're like, oh, I didn't expect to see you there. Hello. So yeah, that kind of stuff. Whoops. Well, okay guys, what's considered sexy about boys in your country, or what do you think is sexy about boys? Let us know. Leave us a comment in the messages down below. Come on, I shared. You can share stuff like that too. Okay. Let's do it. Don't forget, be subscribed for more content here from Japan. And if you like what we're doing, please give us a like so we can continue doing the stuff that we're doing. I hope I catch you soon for more stuff on Ash Japanese. Bye.